あの野郎、なんか生意気じゃねえ？動きがいちいちイラッとするんだよな。やれやれ、にわか雨、ですか。もうこの飛行タイプは絶対坂本くんでしょ。そう。潰そうとすると、余計目立ちやがる。一体どうすれば、ヒギ、レペティション、サイドステップ。これ。待ち受けにしようかな。この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？涼しい季節になっても、変わらず押して参りますわよ。今回の作品は、ご都合主義は奇跡の通りな、東京ゴッドファーザーズ。東京ゴッドファーザーズは、2003年11月に公開された、おおむね90分のオリジナルアニメ映画だよ。前回紹介した千年女優と同じく、今里監督によるものだね。内容を知ってる人には、クリスマスの時期が近づくとこの映画を思い出し、なんなら DVD を再生する人もいるんじゃなかろうか。今監督オリジナル作品の3作目として制作された本作は、実は発表作全体の中では大変異色。なんと監督が手掛けた、唯一のコメディ作品なんだ。それゆえ、代表作のパプリカなどに比べて知名度は低いものの、今里作品を知らない人にとっても、非常に触れやすい作品に仕上がっているよ。ずっと前にテレビ番組で有名な役者さんが、好きな映画紹介するコーナーで、クリスマスに見る映画のおすすめであげてたんだけど、誰だっけなだが親しみやすいコメディだからといって、侮ることなかれ。本作は、国内では東京アニメアワードや毎日映画コンクール、文化庁メディア芸術祭のアニメーション部門やデジタルコンテンツグランプリで賞を取り、海外ではイタリア、ベルギー、スペインの映画祭などで賞を獲得しているほどの高評価。他の作品と趣は違えど、安心と信頼の今里氏印なのだ。舞台は、12月25日を迎えた現代日本の東京と、クリスマスの夜。東京、新宿の一角では、子供たちによるキリスト生誕劇を、たくさんの大人たちがうつろな目で見つめ、あるいは眠気に負けていた。舞台では、清子の夜、の合唱が響き、客席はすし詰めで立ち見が出るほどの大勢。彼らはこの後教会が主催する、聖夜の炊き出しを目当てに集まってきたホームレスたちだ。牧師様がありがたい教義を熱弁している最中から、一不老者のお夫さんたる銀はちゃちゃを入れずにはいられなかった。もろびとこぞりて飯の列、だ。もろびとこぞりて迎え祭れ、よ。額がないわね銀ちゃん。それを律儀に叱り、ウィットに富んだおしゃべりで明るく振る舞うのは、劇も説教もしっかり起きてみていた。長身オカマホームレスの花だ。生活困窮者たちが温かい食事を求めているこの時でも、大都会東京はそ知らぬ顔で明るい繁華街として振る舞っている。一人の少女が、高層ビルの屋上から唾を吐き捨て、今日も不幸なサラリーマンが被害に遭った。ざまあ見ろ。どうも少女はこうやって憂さ晴らししているらしい。みゆきちゃん、さあさあ、お食事よ。そこに銀と花がやってきた。彼女の分の食事調達もしてくれていたのだ。口も家族との折り合いも悪い家で少女、みゆき、最も卑怯な様相にして面倒見が良い姉御肌、花、そして柄の悪い中年ベテランホームレス、銀。彼らはすでに半年もの間、喧嘩しながらも生活を共にしていた。そんな中、花はみゆきにプレゼントがあるという、先日ゴミ置き場にあるのを見かけていた。世界子供文学全集、全20巻、クリスマスプレゼントもないのはかわいそうだという、精一杯の優しさだ。だがゴミの山から発掘している最中、また銀とみゆきが殴り合いの喧嘩を始めてしまった。花が呆れながら静止しようとした時、突然奥から泣き声が響き渡る。ゴミ袋に埋もれた、
布にくるまれた何かがあった。怪げな顔を見合わせながらも、花が布をどかすと、そこには、布と新聞紙と一緒にベビーベッドに入れられた、赤ん坊がいた。子供を頼みます、という書き置きと、何も書かれていない出生届と一緒に、花が女の子だ、とあやしている中、銀は思わず、世も末だ、と哀れんだ。生まれて間もない頃から家がないのに比べれば、なんと恵まれた境遇か。よく見たら、箱の底には1225という番号のついた鍵も入れてある。あやしながら、花は赤ん坊を抱いて楽しげに歩き出した。銀が、警察はそっちだぞ、と声をかけると、彼女は目を輝かせて振り向いた。この子は神様がくださったクリスマスプレゼント。あたしたちの子供よ。え？一波乱ありそうなあらすじだね。この東京ゴッドファーザーズは、あらすじを見ての通り、ホームレスのデコボコトリオが、クリスマスの夜に捨てられた赤ん坊を拾い、便宜上、清子、と名付け、世話をしながら親探しをする珍道中なんだけど、知らない人は、ゴッドファーザーという単語からマフィアものを連想したかもしれない。今ではすっかりマリオ、プーゾの影響からその印象が強いけど、本来、ゴッドファーザー、というのはキリスト教における大夫、恐怖を指す言葉。中でも日本では、主に名付け親、と訳されることが多い単語だ。男性はゴッドファーザー、女性はゴッドマザーと呼ばれる大父母、ゴッドペアレンツ。それは伝統を重んじるキリスト教派において、洗礼を受ける際に立ち会い、宗教教育を担ったり、親の次に責任を負う後見人として一種の疑似家族になる関係。場合によってはその人の洗礼名を選択するから、日本訳では名付け親と書かれるんだよね。そう、このアニメ映画はキリスト教に馴染みがある人には、タイトルとあらすじだけで、すでにキリスト教モチーフの映画だとわかるのだ。しかしこのタイトルに関してはもう一つネタがある。東京ゴッドファーザーズは、実は1948年に公開された西部劇のアメリカ映画、3人の名付け親が着想元となっている。銀行強盗に失敗したならず者3人組が砂漠に命からがら逃げ込んだところ、瀕死の妊婦から産み落とした赤子を託され、遺品の聖書を手にさまよう物語で、ピーター・ B ・カインが書いた1913年の原作小説を映画化したものだ。つまり、今回の東京ゴッドファーザーズというタイトル、わかる人には、社会から弾かれた3人組が赤ん坊を拾うキリスト教モチーフの物語、だとわかるんだ。さて、3人の名付け親は非常に宗教色の強い映画だが、悪いがこっちの東京ゴッドファーザーズはそうはいかねえ。なぜなら、今回の今監督はユーモアたっぷりに観客席へ、作劇場における、神の見業、という奇跡をお届けしているからだ。3人組、と生まれたばかりの赤ん坊。この2つの要素が揃えば、キリスト教の聖書を多少覚えている人なら、東方の三賢者、あるいは三博士、三賢人、を思い出せるだろう。東方の三賢者、とは、新約聖書の中でもマタイによる福音書のみに登場する逸話で、イエスの誕生を占星術で知り、東から祝福しにやってきたのが彼らである。このモチーフは、3人の名付け親、でも使われたものだが、東京ゴッドファーザーズ、では、冒頭の子供たちによる、生誕劇のシーンで、しっかりイエスと三賢者たちの場面を映している。そこから銀、花、みゆきが赤ん坊こと清子を拾うことで、清子がイエス、キリストに当たるポジションだと説明しているんだけど、この作品は、大真面目にキリスト教を布教するアニメではない。代わりに神の子、清子が作中でもたらすこととなる奇跡とは、ズバリ、ご都合主義的展開である。と言っても、それは決して良いことばかりではない。清子を連れて帰ろうと意気込む花が横断歩道の真ん中で立ち止まれば、それを避けようとしたバイクが横滑りして隣の男女を巻き込んで事故り、親探しに外へと繰り出せば、電車は止まり徒歩で雪の線路を行軍する。3人のホームレスたちは清子を抱えて東京中をさまよう中、会うとは思ってなかった人物にうっかり出くわし、来るとは思ってなかった場所に巻き込まれ、その拍子に互いが離れ離れになり、見失っては行く先を得て、そうして目を背けていた自分の過去と、見知らぬ他人の事情が一瞬交差する。これ以前の監督作、パーフェクトブルー、や、千年女優、では、構成、という、有無を言わさぬ強固な筋書きの骨組みが、キャラクターたちを牽引していた物語だったけど、
東京ゴッドファーザーズは、むしろキャラクターの存在や行動が、ホームレス3人組が赤ん坊を拾う、というシンプルな筋書きに、直接働きかけ、無尽蔵にサブシナリオを付け加えていく物語になっているんだよね。風が吹けば桶屋が儲かる。ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こすか？意図せぬサブシナリオが次々発生していくのに、それは銀、花、みゆきにとって必要な出会いの数々であり、彼らがただ生きていくだけと思っていた人生に、さらなる活力を与え、大冒険へと奔走させていく。東京ゴッドファーザーズは、清子との出会いを起点にして、彼らが途絶えたままにしていた、社会的なつながりに向かって再出発する話だし、彼らが紆余曲折、偶然の巡り合わせの連鎖反応によって、本当の意味で清子のゴッドファーザーズとなる話でもあるのは事実なんだけど、そんな、クリスマスキャロル、さながらの、ハッピーなお話、が、悲劇も喜劇もごっちゃになった、大量の高等無形な人間ドラマで、構築され、彩られているのが非常に面白いんだよね。そんなまさしく、絵空ごと、というべき物語のアニメは、絵に描いたような素晴らしい背景によって支えられている。浮き足立った光を放つ夜の都会から、小窓だけで混雑具合がわかる満員電車、ごちゃつくした街の路地や、そんな家々を一瞬美しい景色にする日の出など、写実を極めた美術背景の美しさは、人々がそれとなく持つ、様々な、東京、という都市への眼差しを、体現しながら輝いている。恐ろしいことに、この高い写実性は、一つの画面に映る各オブジェクトを、一つ一つ別個に描き込んでから画面に配置し、全体を馴染ませる手法をとっている。大小様々な看板に至っては、実際に撮影した風景を貼り込んでることも、そうすることで、イラスト独自の、省略する技法、をあえてなくし、現実の風景が持つ、ごちゃごちゃ感、を再現しているんだね。ところで、このような写し取った風景に、リアルだが劇画よりも写実性の高い人物画が配置されれば、多くの人はこのように思うだろう。これ、なんで実写じゃないんですか？だがその答えこそ、この作品に詰まっている。大雪の東京、はコードが一切いない汚れた中年メイン、しかもホームレス複数人。日本でこの設定の実写企画通すのが、そもそも難しい側面もある。ホームレスを主人公にした物語で通りそうなのは、それこそ最近出た、ホームレス転生、みたいなゴリゴリのファンタジーか、今年上映の、ダンシングホームレス、といったドキュメンタリーだろうか。ただ、個人的にアニメだから成り立つ作品だった、と思う一番の理由は、背景でも人物でも、美化の力、が働いていること、絵という媒体が観客に与える作用って、良くも悪くも、実在感そのままに、描かれている対象の印象を操作する、ことだと思うんだよ。もちろん写真や実写映像でもいろんな効果を駆使してできることだけど、ただうまくやってるものにすら、効果が入ってるんだろうな、と、観客も思いながら見てるところがあるじゃない？それで蓋開けたら逆に CG 一切使ってません、とかよくある話で、要は実物をそのまま使う実写だと、小綺麗な絵を目指せばコストが高い印象がある。そして東京に住んでる人はわかると思うんだけど、素直に写しただけじゃ、この映画の引きで映る東京23区ほど見とれる絵は撮れない。実写で本編の映像を撮ったら、特に冒頭の新宿とかもっと人でゴミゴミして、本編の小さい路地ほど汚く映らないけど綺麗でもない風景になると思うな。でも画面の絵を特段綺麗めに写そうとすると、今度はホームレスみたいな、汚れが見えないと実感が湧かない題材と相性が悪くなる。でも、ホームレスの実在感を優先すると見ていられないシーンもいっぱいある。そういう意味で、東京ゴッドファーザーズは、アニメだからこそ、とてもバランスの取れた作品になってると思うのよね。題材は生々しくても、最初から絵に描かれた架空だとわかっているから、ホームレスたちもたくましく暮らすキャラとして受け入れられるし、普通の人間たちが暮らしている大都会は、あんなに美しく見える、光り輝いているのに非常に細かいディテールが見て取れる映像や、実際あると心情表現としては嘘くさくなるオーバーリアクションは、最初から架空の絵空事である、アニメの大きな強みだと教えてくれるんだ。説得力がある、でも同じくらい夢がある劇中の風景は、奇跡と因果で展開するコミカルな3人の旅路を、嘘から出た誠、として成り立たせ、視聴者を魅了してくれるよ。さて、キャラクターが主導して物語を誠たらしめる構造であれば、重要なのはキャラクターを魅力的に仕上げる役者たちの演技。
東京ゴッドファーザーズはリアルよりの世界観で作られているため、エンディングのクレジットを見て、声優の名前でびっくりした人もいるのでは？先にここで現実にいそうだなぁと思わせてくれる、主役、早くのキャラクターたち、それを演じた人々をご紹介しよう。まずは銀ちゃんから。3人組のうち最もホームレスらしい男だ。わかる人には、まさしく、新宿で見る路上生活者、という実感があるだろう。外見の期待を裏切らず、銀は一番ホームレス生活が長い代わりに、最も人生に希望も展望も見出さなくなっている。しかし幸せだった過去への未練も根深く、根っこは人情深い性格、家族思いな父親の面も持つため、喧嘩の多いみゆきのことも、本人の預かり知らぬところで守っているようだ。本編では唯一の育児経験者であることが発覚するが、同時に彼が秘していた過去の事情もボロボロ発覚することとなる。声優を務めるのは、俳優、ナレーション、声優、朗読まで、経験豊富な圧倒的ベテラン、江守徹、みゆきと年がいもなく取っ組み合ったり、自堕落に酔っ払ったりと、くたびれ果てた中年男を完璧に演じきっております。銀は特に喋ったセリフが、因果応報、として変えることが多いんだけど、その旅自体に振り回される姿は、滑稽だけどかっこいい。特にこの、自転車で全力疾走した後息切れに苦しみながら、銀が説明を試みる、息音だけの演技は必見。江守徹の高い演技力を、これでもかと味わえるよ。次は花。3人組のうち最も明るくトリックスターなオカマだ。本来であればオカマは他人が使うには別称なのだが、劇中で花自身が自称で使用しているため、忠実な紹介としてお許しいただきたい。現代に合わせて正確に言えば、おそらくトランスジェンダー女性に当てはまるキャラだ。もともとドラァグクイーンとして活動していたが、現在は訳あって身を引いている。しかし培われた女性的な振る舞いは健在で、路上暮らしでもおしゃれ心は忘れない。銀やみゆきは家族同然に思っているため、彼らに何かあると全力ですっ飛んで、いざという時には男全開で凄む、パワフルな愛情深さを発揮する。母性が強く、昔から自分の子供を育てるのが夢だったことから、この物語を常に牽引し続ける存在として突き進んでいくよ。声優には、わはは本舗の梅垣義明というこれまたどえらいハマり役、劇団員兼歌姫を担う演技力と歌唱力から、俳優としても活躍しているが、実はこの花役が今のところ最初で最後の吹き替えでない声優仕事。本人も歌姫としてドラァグクイーンをやっているだけあって、よく歌い、よく喜怒哀楽が極端に出る花に命を与えています。劇中では梅垣の持ちネタであるシャンソン、モブエギャルソン、も歌われ、まさにキャラと役者が表裏一体になった、奇跡的な例でしょう。主役3人組の最後はみゆき。最も最年少かつホームレスビギナーだ。荒れた暮らしの影響か本人の気質か、ガサツでハスに構えた態度を取る少女。その気になれば帰れる家がある子だが、家出した理由については喋りたがらない。母親は純粋に嫌っているが、父親に関しては複雑な事情があるようだ。和コードらしく霊障主義的に振る舞うが、実際は銀と花に頼りきりの生活。しかし彼女なりに二人のことはおもんばかって接するシーンも多々あり、ホームレスになっても父親と母親の板挟みになる、子供のポジションである、清子の世話に関しては、どこかしら過去と重なるところがあるようだ。声優は、今回が初挑戦の若手女優、岡本彩が挑んでいるが、正直言ってリアルよりのアニメなのを差し引いてもかなり上手い。地声が低く、アニメらしくない生身のブータれた女の子が持つ、可愛くないけど可愛らしい特徴に、見事マッチしております。滑舌の訓練は必要だろうけど、朗読とかナレーターの道は考えなかったのかな。個人的に、未成年と大人で受ける印象が変わるキャラだと思っています。みゆきは何か思うところがあると、大きく鼻をすすり上げる癖があるので、前後の流れと合わせて、彼女が何を考えてるのか想像してみてください。そして語らずにはいられないのは、やっぱり清子だろう。演じるのは、日本一赤ちゃんの役が上手い声優、コオロギさとみ。何せこの作品は、鉄頭鉄尾彼女の泣き声と難語たっぷりなのだ。コンサトシの絵柄と合わされば、もはや赤ちゃん以外の何者でもない。もう終盤まで差し掛かると清子の泣き声は耳に馴染んでいるのだが、ただ泣いてるだけと思ったら大間違い。彼女の演技の質が明らかに変わる瞬間が、最も重要なシーンの一つなので、ぜひとも世話をする3人と一緒に、耳をそば立ててみてくれ。しかし、主役3人組のナチュラルな演技に聞き惚れていると、サブキャラに紛れている有名声優がさらっと通り過ぎていく。能登まみこと大塚明夫が一番わかりやすいが、彼らの珍道中にゃ、パーフェクトブルー以外は皆勤賞の飯塚正蔵は出てくるし、
最近聞かないタイプの小山力也や山寺宏一が何食わぬ顔で現れ、矢良優作、石丸博也、犬山犬子といった大ベテランが場を固める。かと思えば、わはは本舗から柴田理恵と矢原かな子も襲来し、今や個人の加藤製造管理官、レレレの最勝隆二もいらっしゃる。スペシャルサンクスのクレジットに至っては、なんだかわからないが金田智子や柚木涼香や藤原啓治がいる。そして何とは言えんが寺瀬京子の演技がすごい。全編にわたり、アニメに慣れていればいるほど、良い意味でアニメらしからぬ声優さんたちの演技が楽しめるよ。これは余談なんですが、劇中のスペイン人男性を演じてるこの人って、HAS カンパニー所属外国人アーティストの、ルイス・サルトールなんですかね。私、気になります。そうそう、演技といえば語らなきゃいけないことがもう一つ。小さい画面で登場人物に注目していると気づかないかもしれないんだけど、時たま背景の建物も、実は演技で一役買ってるんでさ。今回の東京ゴッドファーザーズ。他のコンサトシ作品を知っている人では、それらに比べると、映像の演出に関して見どころ3がないとお思いかもしれない。だが監督曰く、作品の中で何か突出しているとわかる部分が強みではなく、むしろ整然と要素が配置された、なんでもなく感じるものこそ優れているとのこと。これ以前に見られた極端なマッチカットの嵐から一転、東京ゴッドファーザーズは長尺でキャラが会話するシーンが多い。そこで一種の遊びのように、まるで都会に居つく頂上的な何かが垣間見える演出が、このような建物の窓や室外機が形作る、顔、である。冒頭から登場人物と一緒に驚き、心情に共感するように涙を流す、あるいは立体的に登場人物を俯瞰し、時に笑顔すら見せる、背景を使った演出は、このほか置物や小物による感情表現の代行、や、窓の明かりを利用したキャラの体力メーター表示、などを使い、視覚的な面白さを有しながら、しかしあくまでもさりげなく行われている、物語が気楽に見られる作品なので、このような点に関して、気づいた覚えがない、という人は、ぜひとも再び探してみてくれ。ちなみに、日本じゃアリゾナ老人シリーズでおなじみのグラン PG さんは、劇中いくつ天使のモチーフが出るか、という探索もおすすめしている。キリスト教に限らず、仏教や神道など雑多に宗教が入り乱れる日本で、天使のように愛らしい清子が登場してから明かされていく、金、花、みゆきの中で何が天使に相当するのか、という要素も、彼ら3人の人となりを理解するのに、重要なポイントだ。ところで、背景演出といえば今里志監督作品恒例。監督仕込みの背景小ネタも見逃せない。東京ゴッドファーザーズでは、冒頭のシーンから早くも、愉快なスタッフクレジットの最中に、過去作のポスターが貼られている。また、パーフェクトブルーの主役であるミマが所属していた、3人組アイドルグループ、ジャムの宣伝チラシも登場している。こういうのは、他作品を知ってると気づけて楽しい部分だ。そういや、東京ゴッドファーザーズって、コメディ作品だから、珍しくキャラの作画がデフォルメされるシーンが多いのも特徴なんだよね。劇中一番デフォルメ顔になってるのは多分花だと思うんだけど、個人的にみゆきのデフォルメ顔も丸顔が引き立っててすごい好き。あとこの銀の4回ベチベチするとこのアニメーション。デフォルメ入ってる時のアニメーションは大体大変なところなんですが、その分誇張されたキャラの動きが本当に面白おかしくなってて大変良い。でもこういうデフォルメ入ってないけど面白いシーンもいっぱいある。こういうところも好き。いや、これは平たく言えば全部好きというやつだな。だってどのシーンもいいんだもの。絵も演技も。作品についての推しが大体発散されたから、じゃあ音楽についてでも話すか。ドキドキワクワクの珍道中を音で盛り上げる本作の音楽担当は、無国籍風ロックバンド、ムーンライダーズのリーダー、鈴木圭一氏。実写では北野武監督のザトウイチ。近年のアニメ映画では、セイントお兄さん、や、若女将は小学生、と手広い彼だが、東京ゴッドファーザーズにおいては、ムーンライダーズ全員がバンドとして、楽曲制作に全面参加しているという、珍しい事態になっている。ムーンライダーズはメンバー全員が歌も作曲もできるグループのため、作編曲はキャラクターやシチュエーションによって各々に分担され、主題歌は鈴木圭一の歌詞と、ムーンライダーズの演奏によるもの。実質このサントラは、ムーンライダーズの新作アルバムと言って過言ではない。
面白みと温かさがありつつ、映画の物語を邪魔せず彩る音楽は、まさしく劇版のサウンドトラックらしい、縁の下の力持ちだ。特に、東京ゴッドファーザーズの主題歌であるナンバーナインは、鈴木圭一本人も渾身の一作と語る出来栄え。劇中では、クリスマスシーズンを迎えた日本あるあるとして、しこたま流され続けるベートーベンの第九がしっかり再現されている。コンビニではアレンジされた第九をバックに商品の宣伝が流れ、ふとラジオの存在に気がつけば、交響曲第9番に誕生作品125第4楽章での歓喜の歌が流れる始末。主題歌は今監督本人の要望により、このベートーベンの第九が使われているんだが、ムーンライダーズがお送りするのは、まさかのレゲエアレンジ。しかも本来は、長い苦悩と闘争に苛まれた末瞑想に至り、それまでの無能に終止符を打って、崇高な世界のあり方を歌う曲だったのが、俺も辛いがお前も辛い、という、なんともほろ苦い仕上がりに、面白がなしいこの作品に、ぴったりの一曲です。音楽以外にも、スタッフについての裏話はまだまだある。千年女優のように書籍化までは至っていないが、今監督の公式ホームページ、コンズトーンには、制作にまつわるエピソードや技術面の話、各アニメーターの頑張りや、業界に対する不満など事細かに記載された、東京ゴッドファーザーズオクラ出し、というコーナーが設けられている。映画を見たっきりという人は、ぜひとも、千年女優、との意外なつながりや、原画の大塚真嗣氏と作画の小西健一氏の功労、美術監督池信隆氏の貢献、そして路線変更で最も重要な信本恵子氏の存在を再確認してほしい。関連商品としては、東京ゴッドファーザーズにも、おなじみの絵コンテ集が発売されております。他作品とは毛色の違う作品だからこそ、以前の作品の絵コンテ集と見比べてみるのも、面白いでしょう。近年では、制度社から発売されている芸術総合ムック、ユリイカの2020年8月号にて、コンサトシ特集が取り上げられており、東京ゴッドファーザーズを含めたコンサトシ監督作品について、没50年の現在でも、様々な角度から語られ続けています。個人を忍ぶためにも、またさらなる考察の参考資料としてもおすすめです。日本国内のアニメーションのみならず、世界のハリウッドでも、すでに映像演出の手本とされて久しい監督、コンサトシ、高く評価されながらも、大衆がイメージする、アニメらしさ、から脱却した題材の扱いは、特に彼が個性的と呼ばれるゆえんでした。しかし、なくす神あれば拾う神の子あり、彼が作品として残したアニメ制作の技術を土台にして、この先新たな、個性派が頭角を表すこともまた、神のおぼし飯というやつでしょう。運を天に任せたところでまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。コンサトシが唯一描いた愉快なコメディアニメ映画。リアリティとデフォルメが絶妙にブレンドされた物語。合法的にご都合主義を成立させるブラックインホワイトなユーモア。初めて見た時は、予測していなかったところに差し込まれる。数々の展開にあっと言わされ、クスクス笑わされ、そして終盤には前のめりになって釘付けになりました。監督自身が意味のある偶然の一致に溢れた世界、と、制作スタッフに作品イメージを説明した本作ですが、コンサトシ没50年の今年に新国立劇場での舞台化が発表されたあたり、やはりこの作品は、何か、持っている、ようです。無茶苦茶なようでいて、どこまでも付知された因果因縁を、あなたは劇中いくつ見つけることができるか、実写を好む方も、ぜひこの作品でアニメという創作が成し得る、美味しいご都合主義のご馳走にありつき、あなたのクリスマスに、彼らの祝福を迎えてはいかがでしょう。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。いつかまた会えるよねー。